はい、どうもこんにちは。本日はですね、前回こちらの動画でね、硬化類のレンズ交換を行ったんですけれども、今回はその時にやりきれなかったこちらのサイドマーカーとこちらのドアミラーウインカーを交換したいと思います。サイドマーカーはね、基本的には交換するだけで済むんですけれども、問題はこちらのドアミラーです。現状ではドアミラーにドアミラーウインカーがついていない状態なんですけれども、一応ね、ドアミラーウインカー付きのドアミラーを取り付けるんですけれども、配線を引くのに、こちらのサイドマーカーから引っ張ってくるだけなんですけれども、この配線の取り方をできるだけ目立たないように取り付けたいと思っております。一応ね、まだ見てないんで、一概にどうやればいいかっていうのはまだわかんないんですけれども、やってみてね、できるだけ目立たないようにしたいんですけれども、もしできなかったら、一般的なね、やり方をやりたいと思います。これを見て、こうするべきだろうと、うんちく評論家の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメント寄せていただければと思います。それでは今回は、サイドマーカーとドアミラーウインカーの交換をしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあ、それでは早速交換したいんですけれども、まずはですね、サイドマーカー、こちらから交換したいと思います。理由は簡単だからです。それでは始めましょう。助手席が交換するときは、ハンドルを左に全開切って手を入れやすいようにします。この車両はついてないんですけども、通常の車両ですと、フェンダーライナーが中側についてると思いますので、それをめくって手を入れていただきます。この車両はついてないので、そのまま手を入れちゃいます。そうすると、爪があるので、爪を押すと、こんな感じで取れます。これで、ここの爪を押しながら、グニグニ、グニグニ、グニ。はい、取れました。これで、あとは新しいものと交換するだけです。ちなみに、新しいものは、こちらのブラックブルーアイズを施した純正のレンズとなります。この白いボディをね、ワンポイントでつくのがなかなかかっこいいかなと思って、ブラックブルーアイズを施しました。こんな小さな部品でも、ブラックブルーアイズ、受けたまっております。それでは、このカプラーと本体を向き合わせてつなげます。はい、これで完了です。同時に今回、ドアミラーウインカーを交換しますので、ここの配線にドアミラーウインカー用の配線を分岐させたいと思います。ここはね、エレクトロタップでつなげたいと思います。今回マーブラが準備したものは、こちらのエーモンさんのダブルコードです。0.5 の 15m ということで、15m も正直いらないんですけれども、他でも使えるように多めのものを購入しました。同時に、こちらはモノタロウで購入しまして、配線タップコネクタ、いわゆるエレクトロタップですね。これのホワイトバージョン。ホワイトバージョンは一番配線の細いやつ用となっております。これを使って、ここの配線に割り込ませたいと思います。長さに関しては、今エンジンルームを見てるんですが、フェンダーからここの部分を通して、ルームに引き込んで、そして、ワゴン R の唯一のサービスホールとなるここですね。ここに配線を通そうかなと思います。ちょっと見えないんですけども、こちらの車内の下の方から引いてって、ここを使ってって、この発煙筒のカバーを外した、ここから配線をね、通してドアミラーにつなげていくというような感じで配線を通そうと思います。果たしてうまくいくんでしょうか。ここからざっくりですが、これでカットして、それでエレクトロタップをかませたいと思います。これを通すときは、1箇所の部分だけポコッとする。これは、こちらの配線の方でストッパーになるようにしてあるんですね。それなので、こっち側の配線で
このストッパーを使って止めましょう。ガチンと。中にはね、このエレクトロタップが嫌いな人もいるらしいんですけども、そこは自由にしてください。エレクトロタップだろうが、ハンダ付けだろうが、裸配線で導線をね、つなぎ合わせようが、そこはもうオーナーさんにお任せします。いちいちグダグダ言いません。なんだって構いません。自分が自己満足で、電気事故さえ起こさなければいいと思います。これで接続できました。あとはこれを赤がプラスで黒をマイナスに気温を合わせましょう。おそらくこっちも緑がプラスで黒がマイナスです。この時ね、切り欠きのところにちゃんと配線があるかどうかを確認してください。そしてもう1個もかませます。これでかませられました。そうしたらこれをガチンとつけるんではなくて、こちらの配線の先頭部分、これをですね、車内の方に引き込んでいきたいと思います。これを入れて、裏側から取ります。そしたら、あとはここはもう閉じてもいいと思います。取り付きました。いいですね。かっこいい感じですね。こんな感じでついております。裏側から配線を通して通します。はい、じゃあエンジンルームまで引き込んできました。ここからエンジンルームから車内に引き込みたいと思います。ここで小さい穴で穴を開けちゃいます。これで開いたと思います。二重になってるので、奥の部分も穴を開けてください。はい、なんとか配線を車内に引き込むことができたので、今度は車内の方に通した配線を引っ張り出したいと思います。ない。はい、運転席。から見てみましょう。つながってない。どこだろう。はい、今ですね、やってたんですけども、車内の方に引き込んだんだけど、なんかうまく届かないので、ちょっとね、天気が危なっかしいので、早めに終わらせるために、ここのフェンダーの隙間から通して、それで可能な限り配線見えないような状況で配線を通したいと思います。一応ここに樹脂のカバーがついてるんですけども、そこの間から割り込ませてきて、ここのゴムキャップを外して、その間から通して、ここのドアの中に通していきたいと思います。ここのさりげない間から通しました。そしてできるだけね、ここのゴムキャップの部分に近い部分から通します。それで配線を引っ張ってきます。そうしましたら、クリップ外しみたいなので、最初このゴムとかですね。はい、ゴム取りました。これをドアパネルを外して、ここから中に引き込みたいと思います。そしてここのビニールを外します。外すと、この中にね、ゴムが通ってますので、ここに配線を通したいと思います。この針金とマスキングで一緒につけます。ここにね、通していきたいと思います。どうかな？片手だと厳しいんで、スキップします。3分ほど格闘しまして、なんとかこうやって配線がこのゴムの間を通りました。これをですね、配線通して、ここをキャップして、配線を中に入れていきたいと思います。なんとかですね、こちらのカバーをこれぐらい外してですね、ここ爪が入ってますんで、この爪を上下取って、ここを外して、なんとかこのカバーを、ゴムキャップをここの溝のところにはめることができました。これをカチンとみたいな感じではめて、それでこちらもゴムキャップをつけました。ここの部分だけフェンダーからこのゴムキャップまでの距離だけ配線が見えてるんですけども、とりあえずこれでよしとしましょう。それでこのドアの中からですね、綺麗にゴムキャップ切ることなく配線通すことができました。ここからがこのドアミラーをね、交換して、この配線と同様にドアミラーウインカーの配線も出てきますので、ここで接続をしたいと思います。それではね、今回こちらの Z7T にニューペイントしたカバーに同様に、こちらのマーブラックブルーアイズを施したドアミラーウインカーに交換したいと思います。
これもともとはですね、こちらのドアミラーウインカーがついていないドアミラーに、ドアミラーウインカー付きのカバーをかぶせただけなんですね。ただ、これを取り付ける際に、純正のドアミラーのカバーのボディの部分に穴を開けたりとかしなければならないので、それだったらそのまま穴が開いているドアミラーウインカーに交換しようということで、こちらを土台から交換したいと思います。まずは窓を開けておきましょう。まずここの2箇所を緩めて、このキャップをですね、外すと1本見えてきますので、ここの3箇所を緩めます。ここの3本を外して落ちそうに感じるかもしれないんですけども、ここに爪でね、引っかかってますので、3本外しても落ちることはしません。そうしたら、ドアミラーを押さえながら、ここの爪を外しましょう。その前に、表のカバーを外しましょう。表のカバーは、ここから外すと、容易に取れます。ここはね、下から取るといいでしょう。はい、取れました。爪も折れずに取れました。そうしたら、ドアミラーを押さえながら、ここのクリップを外しましょう。はい、摘出しました。こちらがもともとついてたミラーと、これからつけるミラーです。このミラーに、ここら辺に穴を開けて、その上からこのカバーをかぶせるような感じになってます。同じドアミラーなんですけども、ウインカーカバーがついてる分、分厚くなってます。かっこいいね。今度はつける手順なんですが、つける手順は、まずは配線関係を通しましょう。この先ほど言ったクリップが止まるところが、ここの四角の部分なので、四角の部分に配線を通します。通したら、ここの突起部分をくぐらせるような感じでつけていきます。はい、つきました。そうしたらこの3本のボルトを先に締めて、ドアミラーを固定しちゃいましょう。均等的にね、締めていきましょう。つきましたら、このミラーから出ている7ピンコネクターをドア側の方にカプラーをつけます。これでドアミラーの開閉や調整などの配線はここが司ってます。そしてこちらが後付けとなったドアミラーウインカーの配線なんですけども、先ほど苦労して引っ張ってきた、先ほどね、こちらのドアの先から引っ張ってきた配線とドアミラーからの配線を接続します。先ほどね、エンジンルームに通そうと思って配線長めにしてしまったので、余分な部分はね、カットしたいと思います。エレクトロタップでつなげます。緑がプラスで、黒がマイナスで、こちらも赤がプラスで、黒がマイナスです。そうしたらこのゴムキャップもね、忘れないうちにここにつけちゃいましょう。真ん中を押せば入ります。これで接続されたので、窓の開閉に干渉しないように、この配線をですね、ここの裏を通しておきましょう。サイドマーカー側は、ここのね、下をちょっとスパイラルするみたいな感じにすれば、干渉しないで取り付けられます。カプラーを付け直して、そうしたらこのビニールを戻していって、パネルを付けましょう。そして最後にこちらのドアミラーカバーをつければ完了です。これでドアミラーウインカーがつくか確認してみましょう。はい、ついてますね。これをもう片方やりたいと思います。もう片方も同じ作業となりますので、スキップしたいと思います。はい、ということで、動画ではね、スキップであっという間なんですけども、なんとか取り付けの方完了しました。大体ですね、反対側の方はもう通す位置とか決まったんで、配線を通して取り付けをして、点灯確認まで40分から50分で終えることができました。純正はこのような感じで外しました。こちらがドアミラーで、こちらがサイドマーカーと、片側ね、レンズカバーが外れてしまって、今回ね、
この後見ていただきますが、新設と同時にマーブラックブルーアイズにして、それと同時にサイドマーカーもマーブラックブルーアイズを施したものを取り付けました。これでね、こちらの白のワゴン R も全てマーブラックブルーアイズに変更したということでですね、透過類だけでもだいぶ手間がかかりました。コストもかかりました。本来だったらボディを磨いたりとか一通り終えてから透過類の変更というのがマーブラ的には流れなんですけれども、いかんせんですね、透過類の方が先にできてしまったので、透過類を先につけてみました。でもですね、副産物としまして、先につけたことによって、ボディがちょっとくすんでいる状態であったとしても、かなり洗練された新しい感じのね、雰囲気が出ましたので、ぜひですね、この雰囲気を見ていただければと思います。またね、マーブラックブルーアイズが興味ある方は、コメントとか、公式 LINE とか、DM とかね、そちらの方からご連絡いただければ、作業の方を受けたまわることもできます。レンズ持ち込みでも、レンズをこちらで準備して塗装するということも、どちらでも可能です。大好評なんでね、気軽にお問い合わせください。それではね、最後、ドアミラーウインカーとサイドマーカーを含めて、全体的なね、フルマーブラックブルーアイズに施した、肌でもらった白のワゴン R の全体像をご覧になってさよならしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったらね、高評価や他の動画が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで最後ご覧になってください。またお会いしましょう。さよなら。までの時刻ビートに乗せた切符